1998年4月、アメリカ、テキサス州で始まった、ある男の25年間の物語だ。法廷に、静寂が広がっていた。裁判官が口を開く。その言葉が読み上げられた瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。無罪。たった2文字が、25年分の時間を一気に塗り替えた瞬間だった。鉄の扉が、ゆっくりと開いていく。眩しい光の中に、一人の男が姿を現した。白髪が混じった髪、深く刻まれたシワ。しかし、その瞳には、確かな光が宿っていた。刑務所の外で待ち続けていた女性が、震える足で駆け寄っていく。母親だった。二人は言葉もなく、ただ抱き合った。どれほどの時間が流れたのだろう。そして、母親はそっと息子の耳に囁いた。私の息子はいつだって無実だった。その一言に、25年間の全てが込められていた。この男性の名前はケビン・ダンバー。1998年、テキサス州で発生した殺人事件で有罪判決を受け、以来25年もの間、刑務所の中で時を過ごした。しかし彼は、一度も罪を犯してはいなかった。DNA 鑑定という科学の力が、ようやく真実を証明したのだ。長い長い歳月をかけて、失われた25年、取り戻せない青春。それでも、家族は希望を手放さなかった。では、この悲劇はどのようにして始まったのか。ケビンが逮捕された日、彼はどんな普通の一日を送っていたのだろう。1998年、テキサス州の小さな町。そこに、一人の青年が暮らしていた。名前は、ケビン。当時22歳。明るい笑顔と、誰にでも気さくに話しかける性格で、近所では知らない人がいないほどの存在だった。彼の朝は、決まって早かった。夜明けとともに起き上がり、母親のために朝食を用意する。それが、ケビンの毎日の習慣だった。母親のマーガレットはいつも言っていた。あなたがいてくれるだけで、この家は明るくなる。と、ケビンには夢があった。自動車整備士になることだ。手先が器用で、機械いじりが大好きだった彼は、地元の整備工場でアルバイトをしながら、資格取得に向けて少しずつ勉強を重ねていた。給料のほとんどは、家族のために使っていた。父親を早くに亡くし、男手一つで家を支えなければという責任感が、幼い頃から彼の中に根付いていたのだ。休日には、弟と一緒に近くの公園でバスケットボールをした。笑い声が絶えない、穏やかな兄弟だった。弟はケビンのことを、誰よりも尊敬していた。そんな、ごくありふれた幸せな日々、特別なことは何もなかった。ただ、家族を愛し、夢に向かって歩んでいた。それだけの、普通の青年だった。しかし、その平凡な日常は、ある一日を境に、音を立てて崩れ去ることになる。何の前触れもなく、何の理由もなく、ケビンの人生は、突然奪われた。その日、一体何が起きたのか。1998年、秋、テキサス州の小さな町に、静寂を破る事件が起きた。一人の女性が、自宅で遺体となって発見された。周辺は騒然とした。警察は直ちに捜査を開始した。被害者の名前は、マリア・ロドリゲス、30代の女性だった。近所でも評判の、穏やかな人物だったという。現場には、争った痕跡があった。凶器も見つかった。しかし、目撃者はいなかった。捜査は難航した。手がかりは少なかった。それでも警察は、急いでいた。そんな中、一人の青年に疑いの目が向けられた。ケビン・ホワイト、当時23歳。被害者の近くに住んでいた。ただそれだけの理由で、警察は彼を任意で呼び出した。数時間にわたる事情聴取が行われた。ケビンは一貫して否定した。私は何もしていない。と、繰り返し訴えた。しかし、捜査官の見方は変わらなかった。決定的だったのは、ある証人の証言だった。その夜、ケビンが現場付近にいるのを見た。という、たった一人の証言。それだけだった。物証は、ほとんどなかった。それでも、その証言が全てを変えた。ケビンは逮捕された。手錠をかけられ、連行される彼を、母親は泣きながら見送った。必ず帰ってくる。と、彼は母に言った。信じていた。自分は無実だから、
きっと真実が証明されると。しかし現実は残酷だった。無実の叫びは誰にも届かなかった。証拠は不十分なまま、それでも裁判は進んでいった。ケビンの運命は法廷の手に委ねられた。果たしてそこで何が起きたのか。法廷の扉が重くきしんだ。ケビンの裁判は1999年の春に始まった。テキサス州の小さな法廷。傍聴席には毎日母親の姿があった。彼女は一度も席を外さなかった。検察側が提示した証拠は驚くほど薄いものだった。物的証拠はほぼ存在しなかった。あったのは隣人の証言だけだ。しかもその証言には矛盾があった。弁護士はその矛盾を指摘した。証言者の話は事件当日の時刻と合わない。アリバイの証人もいた。ケビンは無実を訴え続けた。しかし陪審員たちの表情は最初から硬かった。後に明らかになることだが、捜査の段階で重大な問題があった。警察は特定の証拠を記録から除外していた。ケビンに有利となり得る情報が意図的に隠されていた疑いがある。弁護側は十分な情報を与えられないまま戦わされていたのだ。審議はわずか4時間で終わった。有罪。その一言が法廷に響いた瞬間、母親は声を上げて泣いた。ケビンは振り返り、母の目を見た。何も言えなかった。言葉が出なかった。量刑は懲役25年。手錠が再びはめられた。護送車に乗せられる直前、ケビンは叫んだ。俺はやっていない。絶対に真実は出てくる。誰もその言葉を信じなかった。こうして彼は鉄格子の向こうへと消えていった。自由を奪われた25年間が今まさに始まろうとしていた。鉄格子が閉まった。その音は重く冷たくケビンの胸に突き刺さった。テキサス州の刑務所。石造りの壁、狭い独房。差し込む光は小さな窓からわずかに届くだけだった。最初の夜、彼は眠れなかった。天井を見つめながら繰り返し考えた。なぜ自分がここにいるのか。何が間違っていたのか。答えは出なかった。2年目には怒りが爆発した。棒の壁を殴り叫び泣いた。刑務官に食ってかかったこともあった。それでも何も変わらなかった。3年目には希望が薄れ始めた。弁護士からの連絡は途絶えた。再審の申し立ては次々と却下された。世間はもう彼のことを忘れていた。絶望とはこういうものだと彼は知った。声を上げても誰にも届かない。正しいことを言っても誰にも信じてもらえない。その孤独はどんな刑罰よりも残酷だった。それでも彼が生き続けた理由がある。月に一度必ず届く手紙があった。母からだった。あなたは無実よ。諦めないで。私は信じている。同じ言葉が何度も何度も書かれていた。インクが滲んでいた夜もあった。涙で滲んだのだろうとケビンは思った。その手紙が届くたびに彼は折りたたんで胸のそばにつかまつまった。5年、10年、20年。外の世界では季節が巡り人々の暮らしが続いた。ケビンだけが止まった時間の中で生きていた。しかし諦めなかった人間がもう一人いた。しかし諦めなかった人間がもう一人いた。弁護士のサラ・ミッチェルはケビンの事件を初めて見た時、何かがおかしいと感じた。証拠が薄すぎた。目撃証言は曖昧だった。物的証拠には説明のつかない矛盾があった。この男性は無実かもしれない。彼女はそう確信した。しかし確信だけでは人を救えない。サラは自分の休日を削った。自費で資料を集めた。夜中まで古いファイルをめくり続けた。それでも証拠はなかなか見つからなかった。そんな彼女の活動を知ったのが市民団体イノセンスプロジェクトだった。冤罪被害者を支援するこの団体は全米各地で何百もの無実の人々を救ってきた組織だ。彼らはサラと手を組みケビンの事件を徹底的に掘り起こし始めた。そして家族も諦めていなかった。ケビンの母ドロシーは毎年欠かさず支援を求める手紙を書き続けた。議員に弁護士に新聞社にどれだけ無視されても
彼女は書き続けた。私の息子は、やっていない。その一言を、誰かに届けるために、妹のマリアも、署名活動を続けた。近所の人々に頭を下げ、ケビンの話を伝え続けた。冷たい目で見られることも、あった。それでも、足を止めなかった。一つの命を救うために、これだけ多くの人間が、それぞれの場所で戦っていた。そして2025年、ついに動きが出る。当時の現場に残されていたわずかな生体資料、それが、最新の DNA 解析技術によって、再び調べられることになったのだ。2025年、長い沈黙の末に、ついに扉が動き始めた。テキサス州の証拠保管庫に、ひっそりと眠っていたものがあった。1998年の事件現場から採取された、わずかな生体資料だ。当時の技術では解析できなかった、ほんのわずかな痕跡。それが、27年という時を超えて、再び日の目を見ることになった。最新の DNA 解析技術は、かつての限界をはるかに超えていた。劣化した資料からでも、鮮明なプロファイルを抽出できる専門家チームが、慎重に、丁寧に、分析を進めた。結果が出たのは、春のことだった。資料から検出された DNA は、ケビンのものではなかった。それどころか、全く別の人物のプロファイルと一致した。データベースに登録されていた、ある人物の記録と、ぴたりと重なったのだ。しかし、それだけではなかった。同じ頃、もう一つの証言が浮かび上がった。事件当時、現場近くにいたという元住民の男性。彼は長年、ある事実を胸に秘めて生きてきた。罪悪感に耐えられなくなった彼は、弁護団に連絡を取った。震える声で語った内容は、衝撃的なものだった。真夜中に見た人物の顔。それは、ケビンではなかった。と、証拠が重なった。証言が積み重なった。一つ一つのピースが、静かに、しかし確実に、真実の輪郭を描き始めた。25年間、ケビンが主張し続けてきた言葉、私はやっていない。その声が、ようやく証拠という形を得た瞬間だった。そして今、この新たな事実を携えて、弁護団は裁判所への扉を叩こうとしていた。再審という、最後にして最大の戦いへ向けて、再審、その2文字は、ケビンにとって最後の希望だった。弁護団は、積み重ねてきた証拠を手に、テキサス州の裁判所へ正式に再審請求を申し立てた。2025年の春のことだった。法廷は、静かな緊張に包まれていた。検察側は、当初の有罪判決を支持する姿勢を崩さなかった。25年前の証拠は正当だった。と主張し続けた。しかし弁護団が提出した新たな DNA 鑑定結果は、その主張を根底から揺るがすものだった。現場に残されていた遺留物、そこから検出された DNA は、ケビンのものではなかった。それだけではない。その DNA は、別の人物のものと一致していた。真犯人の影が、法廷に浮かび上がった瞬間だった。証人台に立った専門家たちは、次々と証言した。25年前の捜査には、重大な見落としがあった。目撃証言には、矛盾が存在していた。当時の取り調べに、問題があった可能性も指摘された。検察側の論拠は、一つ一つ崩れていった。裁判官は、長い沈黙の後、口を開いた。本件における有罪判決は、信頼性を欠く証拠に基づくものであった。その言葉が法廷に響いた瞬間、ケビンの弁護士は目を閉じた。隣に座るケビンは、微動だにしなかった。ただ、その手だけが、かすかに震えていた。25年間、誰も信じてくれなかった言葉が、ついに法の言葉として認められた。私はやっていない。その声は、もう証拠という鎧をまとっていた。最新の判決は、無罪。そして翌朝、刑務所の重い扉が、外側へと開かれた。ケビンが踏み出した一歩、その先に、ずっと待ち続けていた人がいた。無罪。その言葉が、ケビンの人生に刻まれた。しかし、扉の外に広がる世界は、彼が知っているものでは、もうなかった。25年という時間は、あまりにも長かった。携帯電話は、手のひらに収まるほど小さくなっていた。街の風景は、別の都市のように変わっていた。かつて知っていた顔の多くは、もうそこにはなかった。
ケビンは言った。朝、目が覚めるたびに、まだ独房にいる夢を見る。と、自由を手にしても、体に染みついた25年間の記憶は、そう簡単には消えなかった。決まった時間に起き、決まった場所に立ち、決まった言葉だけを話す。そうして生き延びてきた日々が、今も彼の骨の中に残っていた。テキサス州は、ケビンに保証金を支払った。法律に基づいた、無実の服役に対する保証だった。しかしケビンは、ある日講はした。お金は、時間を返してくれない。と、失われた25年、20代の青春、30代の可能性、40代の選択、それらは、どんな金額をもってしても、取り戻せないものだった。それでも、変わらなかったものがある。母の声だった。お前は、ずっと無実だった。その言葉は、刑務所の中でも、ケビンの心の一番深いところに、灯し続けていた小さな炎だった。彼女は一度も、息子を疑わなかった。一度も、諦めなかった。25年間、ただひたすらに、信じ続けた。その信念が、今、ケビンを支えている。自由とは、扉が開くことではない。誰かに信じてもらえることだ。ケビンは、そう静かに語った。この物語には、まだ続きがある。ケビンの物語は、ハッピーエンドではない。まだ、終わっていないのだ。彼は今も、失った25年を取り戻そうとしている。仕事を探し、社会に馴染もうとし、自分の居場所を見つけようとしている。アメリカでは今も、無実の人が刑務所に入れられている。その数は、決して少なくない。DNA 技術が進歩した今でも、冤罪は消えていない。ケビンは言った。私の願いは、ただ一つだ。同じ思いをする人間が、もう二度と現れないことだ。と、ここで、あなたに問いかけたい。もし、あなたの大切な人が、やってもいない罪で捕まったとしたら、あなたは、25年間、信じ続けることができるだろうか。母の言葉は、今も世界中の誰かの心に、静かに響いている。私の息子は、ずっと無実だった。その一言が、一人の人間の命を、繋いだのだから。